韓国人ってみんな同じような人たちなんでしょ？日本ではそう思われることが多いです。でも勘違いなんですよ。僕は日本に10年近く住む韓国人ですが、日本に来て驚いたのは日本人ではなく日本に住む韓国人でした。今日は日本人はもちろん韓国人ですら意外と知らない日本の韓国人社会のリアルを話します。5つの順番で紹介していきます。1つ目、日本で変化する韓国人。2つ目、韓国スーパーの意外な真実。3つ目、日本だけで生まれた韓国語。4つ目、日本で初めて感じる外国人意識。5つ目、狭すぎる韓国人ネットワークです。まず一つ目です。韓国人が日本で最初にカルチャーショックを受ける韓国人社会です。韓国に住んでいると韓国人なんだから韓国人同士なら全部同じ感覚だろうと思います。でも日本へ来るとその考えは変わることがあります。例えば新大久保、韓国料理屋に入ると店員さん同士は韓国語で話しているのにお客さんへの接客はもう日本式ですよね。失礼いたします。少々お待ちください。韓国ならですよ、もっとフランクな接客も珍しくありません。ところが日本で長く働いた韓国人、そしてそのお店は日本のおもてなし文化が完全に身についています。これ日本に来て初めての方は韓国式なんですが、どんどん時間が経っていくと日本式に変化していくんですね。これグラデーションがあるんですよ。さらに驚くのは韓国人同士でも上下関係が変わるということです。韓国では一切違うだけで敬語が変わり、飲み会では年上が絶対的な存在になることも珍しくありません。最後だいぶ変わったんですけどね。ところが日本ではそういった空気が弱くなります。例えば僕の所属していた韓国人野球チームではお兄さんかそうでないかではなくて、普通に年上でも年下でもお互い何々さんって呼び合うことよくありましたし、飲み会とかでも一気に飲めとかガンガン飲もうぜとかじゃなくて、皆さん自分の店舗で飲んでる場合もあります。韓国人の同士の飲み会でもですよ。このように日本に住むと韓国人は少しずつ日本仕様の韓国人へと変わっていくんですね。二つ目です。韓国スーパーは韓国ではなく日本向け韓国ということです。日本人の皆さんは新大久保などの韓国スーパーへ行ったりと、セブンイレブンとかで韓国フェアとかを見ていると、これは韓国のものなんだと思うかもしれません。でも実は韓国人から見ると少し違うんですよ。例えば一番有名な辛ラーメン。これ皆さん知ってますか？日本版と韓国版では味や調味料、原材料が微妙に違うんですよ。日本市場向けに辛さや配合が調整されている商品も多くあります。キムチも同じです。韓国で売られているものと日本向けの商品では味付けとか調味料違ったりするんですね。日本では甘みを感じやすい配合になっている商品も少なくありません。だから韓国から来た留学生が食べると、あれ辛ラーメンってこんなに調味料多かったっけとか、あれフルダックってこんなものだっけとか、チーズチヂミってあるんだっけとかなるんですね。さらに驚くのが値段ですよ。韓国なら150円くらいで買える商品が日本では残念ながら300円、400円になること多くありますよね。チャミスルとか韓国で400円ぐらいで飲めるんですよ。でも皆さん韓国料理屋でのチャミスルは1000円くらいしますよね。だから日本における韓国商品とか韓国フェアっていうのは、韓国をそのまま持ってきたものももちろんありますが、そうではないものも多く存在していること、日本版進化というものもぜひしてください。三つ目です。日本に住む韓国人だけが使う変な韓国語です。これは韓国人同士ではかなり面白い現象です。日本で10年ぐらい、10年以上生活していると、韓国語なのに韓国では通じない言葉がどんどん出始めるんですよ。例えば、バイトとか転職とか市役所という言葉ですね。韓国語にも似た意味の単語はあるんですけれども、バイトは例えばアルバイトと読むし、転職っていうのは韓国では移植と話すんですね。市役所というのは同事務所というふうに呼んだりするんですよ。だから韓国行って韓国人に最近転職したのって言ったらもう全然通じないわけなんですね。さらに韓国の
言い方がすぐに出てこないんですよ。もっと面白いのは敬語でして、日本では毎日のように、お世話になっておりますとか、お手数おかけしまして恐縮なんですかっていう表現使うと思いますね。するとですね、韓国語で韓国にいる韓国人と話すのに、日本語の考え方をそのまま訳したような表現が出ていくんですね。なんか韓国だとメールの最初のところにお世話になりますとか書かないんですけれども、僕はあまりにも慣れすぎてて、いつもお世話になっておりますから始まるんですね。韓国人にメールを送るときにも。もちろんこれは僕いいことだと思ってるので、ぜひやってるんですけれども、それどんどん出るんですね。あと、イントネーションもですね、少し日本人っぽくなるんですよ。なんか、日本人っぽい韓国語をしてますね、みたいなことが、1回、2回、3回ずつ増えているんです。でも面白いのは、日本に住む韓国人からは言われないんですよ。韓国にいる時だけネイティブ韓国人から言われるんですよ。なんか本当にこれはもう一種の新しい方言と言ってもいいんじゃないのかなと思います。4つ目はですね、韓国人は日本で初めて韓国人として生きることになるということです。韓国ではですね、僕はただの一人の、学生でした。特別な存在ではありません。皆さんと同じような、人ですし、皆さんが街で見かける、その辺の学生なんですよ。でも日本へ来た瞬間、周りからは韓国人として見られるようになるんですよ。皆さんも僕韓国人として見てるんじゃないですか。そういうもんなんですよ。だから、韓国の政治ってどうなのとか、K-POP 誰が人気なのどこが好きなのとか、辛いものって毎日食べるの韓国語話してみてみたいなことをよく言われるんですね。最初は少し戸惑ったんですけれども、これって日本では自然と韓国代表のような立場に良くも悪くもされる場合があるんですね。そこで初めて気づくんですよ。自分ここで外国人なんだと。韓国では一度も意識しなかったことを日本で初めて実感します。でもこの経験があったからこそですね、日本という国を外から見ることもできたと思いますし、逆に韓国という自分の母国ということはですね、またそこから見ることもできたというふうに考えております。これは僕財産だと思っています。最後、5つ目はですね、韓国人コミュニティは想像以上に広くて狭いということですね。日本には約40万人近くの韓国籍の人が暮らしています。数字だけ見ると多く感じますが、だって日本人口の30分の1ぐらいですかね。でも実際に生活すると不思議なくらい人が繋がってたりするんですね。東京で知り合った韓国人、大阪で知り合った韓国人、福岡の留学生とか、気づけば、友達の友達がその人とか、その人知ってるとか、これつながりあるんですね。韓国人協会とか、留学生会とか、韓国企業とか、韓国系の美容室とか、病院とか、不動産会社だったりとか、こういった小さなコミュニティがいろんなところに点在しているんですね。散らばっているんですね。その村同士が細い糸でつながっているような感覚です。だから、特に留学生会がそうなんですけれども、恋愛が紹介で始めることを僕の周りに言ったりとか、アルバイトを紹介されたりとか、そういったことを、驚くように広くてコンパクトということですね。今日お話ししたかったのは、韓国人という言葉だけでは、日本に住む韓国人は説明できないかもしれないということでした。留学生もいます。駐在員もいます。在日コリアンもいます。帰化した人もいます。日本生まれ、日本育ちの人もいます。同じ韓国でも育った環境も価値観も使う言葉も人間関係も全部グラデーションがあるということです。これは日本にどれぐらい住んだのか、日本人とどれぐらい交流したのかによって、どんどんグラデーションがあるんですね。だからこの話は日本人と韓国人は違いますよとか、韓国人にはいろんな人がいますよって話ではなくて、韓国人が日本で暮らしていくと、その自分の中に気づかない変化が一つ、二つ、三つ、どんどん広がっていって、気づかないうちに新しい文化、新しい考え方、価値観ができているという話でした。皆さんの周りにいる韓国人はどんな韓国人ですか？もしいたらぜひコメント欄で教えてください。以上、バクンでした。アニョン。